こんにちは、まいです。今回は続けて変わった私のミニマリズムをお伝えします。ミニマリストになりたい、そう思ったあの頃、私はとにかく物を手放すこと、減らすことだけに意識を向けて必死になっていました。でも続けていく中で、ただ数を減らすだけでは思っていた暮らしにはたどり着けないということに気づきました。私が7年紆余曲折したことでたどり着いたミニマリズム自体の変化について7つお伝えします。それでは行ってみましょう。1つ目は、少ないイコール正しいから生活が回る量が正しいに変わったことです。物の数が減ると確かにメリットはあります。管理する手間も減って、探し物も減って、生活がどんどん楽になっていく。それを実感していたからこそ、もっと減らしたいと思っていました。でも、少なければ少ないほどいい、そう思って減らし続けると、ある時、生活が不便になっていきました。一度、深型の大きなフライパンを一つだけ残して、他のお鍋やフライパンをすべて手放したことがあります。かつては、兼用できるものなら一つに絞るのがミニマリストでしょと意気込んでいました。でも実際にやってみると、コンロでパスタを茹でながら同時にソースを作ることができません。最初は電子レンジを使いながら工夫していましたが、作りたい料理を諦めたり、手間が増えてイライラしたり、ストックもなくなったら買いに行けばいいと思って持たない生活をしていました。でも体調不良などの不測の事態が起きたときは、ストックがないことは身軽ではなく、ただのリスクでしかありませんでした。物を減らして暮らしを楽にするはずが、逆に自分を窮屈にさせていることに少しずつ違和感を覚えていきました。これらの出来事が小さく積み重なっていくにつれて、ただ少ないことが正しいわけではない、最小限を目指すことと快適に暮らすことは必ずしも同じではない。今の私にとってミニマリズムは、どこまで減らせるかではなく、どこまでなら気持ちよく暮らせるか、そう考えるようになりました。2つ目は、必要か不要かから豊かさをもたらすかに変わったことです。ミニマリストを目指し始めた頃、とにかく減らすことが正解だと思っていました。物を減らせば暮らしは良くなる、そう信じて次々と手放していきました。最初はそれでも良かったと思います。実際、暮らしもどんどん改善されていきました。でも、減らすことが目的になった瞬間、判断基準がとても単純になっていることに気がつきました。必要か不要か、それだけで決めていることに。その基準でいくと、好きなものや趣味のものはどんどん不要に分類されてしまいます。生きるために絶対必要かと問われれば、大体のものは不要だからです。そこで私の中の基準が少しずつ変わっていきました。これは必要かではなく、これは私の暮らしに豊かさをもたらしているか、この問いに変わったんです。例えば趣味の道具、毎日使うわけではない、なくても生活は回る。でもそれがあることで心が満たされるなら、
その時間が楽しくなるなら、それは私にとって必要なもの。私のミニマリズムは、とにかく減らすから豊かさを選び取るに変わりました。減らすことは手段であり目的ではない。そう言われている意味がやっと分かった気がしました。3つ目は、高くて一生ものから手放すかもを前提にするへ変わったことです。ミニマリストといえば、本当に良いものを一生大切に使い続ける人。そんなイメージが私の中にありました。そのため最初の頃はできるだけ一生ものを選ぼうとしていました。少し高くても丈夫なもの、流行に左右されないデザイン、長く使えると評判のもの、これなら一生使えるはず、そう思って選んでいました。でも実際に暮らしてみると、一生ものって思っていたより難しいことに気づきます。鉄フライパンを以前持っていましたが、メンテナンスに時間と労力を使い、手入れを怠るとどんどん焦げついてしまうようになります。また、好みもライフスタイルも少しずつ変わっていきます。あんなに気に入っていたものが数年後にはしっくりこなくなることもある。それにどれだけ大切にしていても壊れるときは壊れます。そこで考え方が変わりました。一生使う前提で選ぶのではなく、壊れることや手放すことも前提にして選ぶ。手放す可能性があるからこそ、今の自分に合っているかを軸に物選びができるようになりました。4つ目は、物だけからいろいろミニマルに変わったことです。ミニマリストを目指した時、頭の中はいかに物を減らすかということでいっぱいでした。クローゼットがスカスカになり、床に物がない状態を作る。とにかく物理的なものを手放すことだけを考えていました。しかし、物が少なくなった部屋で過ごすうちに、あることに気がつきました。物理的な空間に余裕ができてもまだ目に見えない不要なことがたくさん溜まっていたということ。例えば情報。ついつい見てしまう SNS のタイムライン。鳴りやまないアプリの通知。なんとなく見続けていたニュース。これらは部屋に散らかったものと同じくらい私の集中力を奪い、心を疲れさせていました。そこで本当に知りたいものだけを見るようにし、必要以上に浴びないように情報を取り入れる時間やコンテンツを制限するようにしました。すると不思議と気持ちが落ち着いていきました。そして気づけば習慣や思考にまで目を向けるようになっていました。なんとなく毎日テレビをつけること、ちゃんとした食事を毎回作らなきゃという思い込み、他人と比較する思考の癖など、これは本当に今の私に必要と立ち止まって考えるようになりました。やめてみると意外と困らないことばかりで、むしろ時間と心に余裕が生まれました。
物を減らすことはこれらの入り口だったのかもしれません。今の私にとってミニマリズムは空間だけでなく時間や情報、思考まで含めて整えること。様々なものを選び直すことへと変わっていきました。5つ目は理想の暮らしから移り変わりを意識することへ変わったことです。何もない空間に厳選された持ち物。最初の頃は自分が思い描く完璧なミニマルライフを理想として頑張っていました。でも理想をかっちりと決めてしまうと、そこから少しでもずれた瞬間に一気に苦しくなってしまうんです。少し物が増えただけで戻ってしまったと落ち込む。思うように整えられない日が続くと、ちゃんとできていないと自分を責める。でも次第に生活は固定できるものではないということが分かってきました。引っ越し、結婚、出産、育児、そして仕事復帰。人生にはいくつもの大きな節目があり、その時々で自分にとって必要なものは変わっていくもの。理想の形を一つに決めてそこにしがみつく必要はないということに気がつきました。今は少し物が増えても家族が笑顔で過ごせる方が大事。子供が動き回るようになったから、整った見た目より安全を優先しよう。そうやって現状を受け入れ、ミニマリズムを調整していく。それはかつて目指していた完璧な部屋よりもずっとずっと風通しのいい心地よい暮らしだと感じています。6つ目は丁寧な暮らしから時短も大事に変わったことです。私は丁寧な暮らしに強く憧れていました。手間暇かけて料理をする、時間をかけて掃除をする、季節の移ろいをゆっくりと味わう。そんな静かで美しい時間に心を惹かれていました。物が減り、生活が楽になっていく中で、もう一つの現実にも気づきます。現代の暮らしは想像以上に忙しいということに。仕事、家事、育児、運動、勉強、趣味、すべてを丁寧にやろうとすると、どこかで無理が出てしまいます。そこで考え方を少し変えました。全部を丁寧にやろうとしない。むしろ時短できるところは積極的に時短しています。例えば、掃除機をかける時間は私にとって作業なので、ロボットに任せています。平日の昼食も彩りより効率を優先して簡単に済ませる。でも、美味しい飲み物を片手にほっと一息する時間は癒しなので、コップにこだわったり、美味しく味わえるように少し手間をかけています。すべてを簡略化するのではなく、どうでもいいことは早く終わらせて、大切なことはゆっくり丁寧にやる。それが今の私のバランスです。丁寧な暮らしへの憧れは今もあります。でも、時短は手抜きではなく、ゆとりを作るための選択だと思えるようになりました。最後7つ目は、原理主義からミニマリズム自体に余白に変わったことです。最初の頃はいわばミニマリズム原理主義者でした。洋服もキッチンも収納も家の中のどこを見渡しても完璧に最小限であることを自分に求めていました。本来部屋に余白を作って心にゆとりを持つために始めたはずのミニマリズム。それなのにいつの間にか部屋中をうろうろしながらもっと減らせるんじゃないかと常にチェックしている状態でした。
気づけば物理的な余白は増えたけれど、肝心の気持ちの余裕がなくなっていました。完璧を求めすぎるミニマリズムは時として自分を追い詰める刃になってしまう。そのことにようやく気づいたのです。そして今はあえてミニマリズムを適用しない場所を意図的に作っています。例えばキッチン用品はめんどくさいが減らせるものは増えてもいい場所としています。子供用品も子供にとって必要なものはなかなか判断が難しいので制限はあまりしていません。すべての場所で背筋を伸ばしてミニマリストでいるのはとても疲れます。最初からここは増えてもよしと自分に許可を出していることで、物が増えてもストレスがかからずに済みます。この場所はストイックに、でもこの場所は緩やかに。ミニマリズムという考え方に余白を持たせること。この暮らしのメリハリこそが私の心を一番健やかに保ってくれるのだと分かりました。はい、以上がミニマリズムの7つの変化でした。とにかく減らすことから始まった私のミニマリズム。紆余曲折を経てたどり着いた今の答えは、物を減らした先で自分は何を大切にしたいのかを問い直すこと。ミニマリズムにたった一つの正解はありません。自分だけのマイミニマリズムを作り上げていきましょう。この動画が面白かったよ、参考になったよと思っていただけたら、グッドボタン、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。あと、ボイシーでラジオ配信もやっています。ラジオではミニマリズムや日頃の気づきなどについてゆるっと話しています。概要欄にリンクがありますので、ぜひ聞いてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。